スネーク、それからもう一人紹介したい人がいる。ん？スネーク、ヘビといえばザ・ボスを知っているな。お前の師匠であり伝説のソルジャー。実は長官から本ミッションの実行許可を取り付けてくれたのがザ・ボスなんだ。彼女がフォックスのミッションアドバイザーを務めてくれる。ザ・ボスが？ミッションの立案にもザ・ボスが協力してくれた。彼女と私は SAS で同期だったんだ。ジャック、聞こえる？何年ぶりかしら。ボス？そう、私よ。返事をして、声を聞かせてくれる？ああ。5年と72日18時間ぶりだ。少し痩せたようね。声だけでわかるのか？わかるわ。あなたのことだから。そうか。俺にはあんたのことがわからない。何が言いたいの？どうして突然俺の前から消えたんだ？極秘ミッションだったのよ。あなたはもう一人前だったわ。いや、まだ教えてもらいたいことがあった。いいえ、戦闘の技術は全て教えた。何もかもあなたに教えた。あとはあなたが自ら学ぶこと。確かに技術は。しかし兵士としての精神は。兵士としての精神？それは教えられない。真偽体。この中で他人から教わることができるのは技術だけ。むしろ技術はどうでもいいの。大切なのは心よ。心と体は対をなす同じもの。精神を教えることはできない。自分で習得するしかないわ。いい？兵士はいつも同じ側とは限らない。兵士同士が個人的な感情を持つのはご法度よ。戦闘相手は政治によって決まる。政治は生き物。常に時代は移り変わる。昨日の正義は今日の悪かもしれない。それが俺を捨てた理由？違うわ。あなたには関係ない。言ったでしょ、ジャック。極秘ミッションだったの。軍人はどんな命令でも従わなければならない。理由や精査は必要ない。だけどあなたは戦う理由を求める。あなたは優れた兵士だけれど、軍人になりきれないところがあるのよ。軍人は政治の道具に過ぎない。ましてや職業軍人なら、任務に正義を持ち込むことはない。敵も味方もない。ただ任務でしかない。どんな命令にも従う。それが軍人よ。俺は成果を上げるために持てる力を使う。政治的なものは意識しない。それは違うわ。いずれ悩む時が来るはず。軍人として生きるか、兵士として生きるか。東洋では忠を尽くすという言葉がある。意味わかる？主君への愛国心。国への献身。俺も大統領や軍のトップに従う。そのために死ねる覚悟だ。大統領も軍のトップも不変ではない。任期が終われば変わる。上が変わっても俺はトップの意向に従う。任務は人が下しているものじゃない。では誰が？時代よ。時の流れは人の価値観を変える。国の指導者も変わる。だから絶対的なんてものはない。私たちは時代の中で絶えず変化する相対的と戦っているの。忠を尽くしている限り、私たちに信じていいものはない。たとえそれが愛した相手でも。それが軍人としての精神？ただ一つ、絶対に信じられるのは任務だけよ、ジャック。わかった。だが言わせてくれ。何？俺はスネークだ。スネーク。そう、スネークだったわね。ふさわしいコードネーム。そうだ。第二次大戦中、ザ・ボスが編成した伝説の部隊もヘビだった。コブラ部隊。大戦を終結させ世界を救ったヒーロー。伝説のヒーローがサポートしてくれれば大丈夫だ。スネーク、そうだろ？わかった、ボス。あんた以上に心強い人はいない。それと、え？また声が聞けて嬉しい。
そうね。お互いいつ死んでもおかしくない身だもの。スネーク、あなたは紫外線や建造物への潜入ミッションは得意だったわね。でも今回はジャングル、サバイバルが重要になるわ。私が教えた CQC も役に立つはず。CQC、クロースクォーターズコンバットか。この数年はグリーンベレーにいた。かなり鈍ってるかもしれない。大丈夫よ。私が思い出させてあげる。サバイバル下での実践任務は初めてでしょ。無線機でサポートするわ。ボスはどこに？少佐のそばか。ザ・ボスは北極海のパーミット級源泉から無線で参加している。私の周波数は 141.80 よ。戦闘技術についてアドバイスしてほしければ連絡して。了解。君の任務はソコロフ設計局局長の奪還だ。ソコロフ博士は君が今いる場所から北に行ったところにある廃工場に監禁されている。極力戦闘を避け、見つからずに行動するんだ。ステルス任務であることを忘れるな。スネーク、まず CQC の基本を思い出して。今からバーチャスミッションを開始する。スネーク、セブ？スネーク、怪獣王ゴジラって知ってる？いや、何の話だ？映画よ。見てない？ああ。核実験の突然変異で巨大化した怪獣、ゴジラが東京で暴れ回るの。核実験で巨大化？なら今頃マーシャル諸島は巨大生物の島だ。これはお話よ。最近服がきつく感じるのはそのせいだったんだな。スネーク、これは映画なの。ロスアラモスのレポートじゃないわ。分かってる。それで？ゴジラにはあらゆる兵器が効かず、人類は対抗手段を失ってしまうの。そこで芹沢博士が新兵器を開発するんだけど、ゴジラは街を破壊しながら東京に近づいてくる。元は日本映画なんだけど、アメリカで手が入れられたのね。見る機会があるならオリジナルの日本版もおすすめするわ。娯楽作ではあるけれど、核へのアンチテーゼも込められた真摯な作品なの。オリジナルはどこで見られる？日本に行くしかないわね。そうか。それは残念だ。あと40年もすればアメリカでも見られるかも。それどころか60年もしたら世界中で賞を取ってたりして。どうして？ 2024年はゴジラ生誕70周年。そんな先までゴジラが制作されてると？もちろん人気の映画だから。君は映画に詳しいんだな。スネークは映画を見ない方？そうかもしれないな。じゃあこれから私がいろいろ教えてあげる。辛い時こそ映画はあなたを救ってくれる。追い詰められた時、違う価値観や考え方に触れるのはいいことよ。それが物語の魅力なの。なるほど。少なくともいい気分転換になるかもしれん。そう、それも大事よスネーク。楽しみにしててね。ソコロフはそこから北にある廃工場にいるはずだ。北へ向かってくれ。大アナコンダをキャプチャーしたのね。大アナコンダは体重と胴回りに関しては世界最大と言われるヘビよ。毒は持ってないけど大きいだけあってとても強いヘビなの。ワニですら食べてしまうとか。天敵は人間だけ。それとヘビだ。そうね。大アナコンダは大きなヘビだけど麻酔銃で眠らせれば生け捕りにもできるはずよ。わかった。で、味は？聞くと思った。期待に応えられてよかった。で？資料によれば美味しいらしいけど。そりゃ楽しみだ。ジャングルへの潜入にカムフラージュは不可欠よ。カムフラージュをするにはまずサバイバルビュアボタンを押してサバイバルビュアへ入りなさい。それからカムフラージュを選んで決定ボタンを押すのよ。そうすればユニフォームで野戦服、フェイスでフェイスペイントが選べるようになるわ。野戦服はあなたが今いる場所に応じたパターンの迷彩を着るようになさい。その場所に溶け込むような迷彩を着れば高い偽装効果が得られるわ。逆に背景から浮くようなパターンの迷彩はかえって目立ってしまうから注意しなさい。そのあたりにはアミメニシキヘビがいるわよ。アミメニシキヘビは世界最長と言われるヘビよ。大きいものは10メートルにもなるっていうわ。
毒こそ持っていないけど、とても危険な蛇だから注意して。すごく凶暴な性質で、鹿や豚みたいな大型の動物も丸飲みにしてしまうそうよ。網目状の斑紋が特徴的なんだけど、その模様はとても効果の高いカムフラージュになっているの。噛みつかれてから気づくなんてことのないように、網目ニシキヘビがいそうなところでは周りに気を配るようにね。大きなヘビだけど麻酔銃を使えば生け捕りにできるはずよ。捕らえて投げつければ敵も驚くでしょうね。わかった。で、味は？え？味。食べる気なのね。当然だろう。共食い。何？何も言ってない。資料によれば、喜んで。かなり美味しいらしいわよ。そりゃ楽しみだ。はあ